さんさ、一回さ、私、田淵まで、うちまで出なくて、それで私、車で10分行ったんですよ。いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。マンションが聞いててガタガタ言うなやとか言って大した距離じゃねえだろ。嘘、80。いや。車がまた。はい。よくした。よろしく。ピザさん、何ですか。そうですか。いつもハガキは言っておりますんですか。4年後に終わると思いますよ。気がするんですね。ご住所変わりませんよね。一応書いていただく。ここでなければ。じゃあ、著者のあれなんです旅館と一緒になってるんですよ。それがみんな街でやってるだから、それの価格が大体考えてるんだけど。
あ、ごめんなさい。正面だけじゃなくて横からも順次してお線香をあげていただいて構いませんので。
菅原克美さん、西さんご夫妻、それからもう現役もう最初からのメンバーだった加賀金之助さんとかお友達も入っていらっしゃいます。まあそういうところで年々ちょっと増えてますね。この人、みんなです。ちょっと風も寒いからちょっと会で踊って、始めます。どうぞ入りに進んでください。どうもご苦労様です。もちろん第2弾第3弾いくらでもやろうとあれでコンプリートだと思わないので完全だとはあるよね。あるよね。あそこの桜までほらすごい綺麗。ほら。雪舟のお月たちのはずが右側に固まってあるから、行って見てください。私は人間がの場所を持ってここでやって奥さんのモデルにして自分で分かってるんだけど、すごく下手くそなのに、なんとか書くんですよね。年に2、3回まず見せるんですよ。あとすごくから皆さんこんにちは。こんにちは。ご無沙汰しました。では時間になりましたので、第27回現劇を始めます。ちょっと始まりました。ちょっと待ってください。飲み物を、お茶ください。池内さんの分も。池内さんの分も。2本。ビールにしましょうか。いや、僕いらない。今大丈夫です。日本酒後ほど演奏していただく佐久間純平さんに関しては演奏の前に吉上京太さんからお話ししていただきます。では小沢先生どうぞよろしくお願いします。よくおいでくださいました。第27回演劇でございます。この回はね、去年
現役通信というのはね、これ前のことをちょっとまとめて書いてきましたけど、この1年の間のお悔やみからちょっと最初から申し上げます。去年のね、6月8日に中浜聡さんが亡くなられて、去年98です。津原さんが5度目ならば多分103ぐらいかな。だから5つ6つ年下のね、親しいお友達でした。中さんは今ね、戦争と平和を考える詩の会という、100人以上の詩人の会のがあって、それの機関誌に命の籠っていうのを出してるんだけど、この命の籠っていうのは中さんの詩の表題とってね、そういう最長老の現役の詩人でした。亡くなられました。それから今年暮れの12月2日に、だったかな、岩田寛さんが亡くなられて去年82。岩田さんはこの会にもお見えになって11回の現役でお話ししていただいてね、イスラエルの旅行してきたんですけど、それから年明けて今年の1月18日にあれこういう名詞なの西尾さんが西尾ひろみさんが広島で亡くなられて89歳です。西尾さんもね、よくお見えになってこうお座りになったりしてね、していたのは、この西尾さんもね、岩田さんもこれに通信の方へ通信に書いてらしてね、去年の会に出られないよってことを書いてるんだけど、これが現役の最後のお便りになります。そんなわけで、つまり菅原さんに親しかった、ごく親しかったお友達が、この1年で死に絶えました。中さんと、ひろみさんがもう34歳ね。で、それからとその次続く後輩の、岩田寛さんやら小田信夫やらが消えていく順番でございますんで、どうしたってね、ワードと交代というふうにしていかなきゃならない。それで新しいメンバーを加えた世話人会というところで始めた、今日が最初の会でございます。28回目でね、これから世代交代していく会でございます。今後ともこれからもよろしくお願いいたします。それでね、今日は、ゲストに池内修さんと、佐久間純平さんとも大変な方をお迎えして嬉しいことですが、池内さんのことをね、ちょっとご紹介します。ドイツ文学者で元東大教授で、堅苦しいけどね、そうじゃないんだよね。これ不思議な人でね、著書多数ですけれどもね、この本がね、どれも面白いんだよね。どれも味があるんだよね。冷たいね。でもね、その中からね、ちょっと一冊だけちょっとしよう。ちょっとね、ゲーテさんこんばんはっていう本があるの。パウスを書いた偉大なるゲーテですよ。その人をね、ゲーテさんこんばんはって言うんだよ。で、読むとね、ああ、そうだ、こういう人がいたんだなっていうふうにね、でそのゲーテさんを味わっちゃうようなね、そういう本でございます。それからね、つい今年、本は友達という本を出されて、これは主婦やら人物費やらをみんなのこう集めたんだけれど、それを読むとね、そうだ、本も人もね、懐かしく、時には厳しくもある友達なんだなっていうふうに、なんかね、要するに味わっちゃう人ね、でその味を伝えてくれる人で、そういう不思議な人でございます。それで、今日はね、我々は、池内修さん、こんにちはってお迎えしたわけでございますので、よくお願いします。よろしくお願いいたします。これいいかな？こっち。はい。皆さんこんにちは。
ご紹介いただいた池内です。随分たくさん来られましたね。びっくりしました。こういう地味な会にね、よくおいでになりました。僕はどちらか割と軽率にものを引き受ける癖がありまして、今回はその一もある小沢さんから言われたものですから、もうこれは、はい、やらせていただきますってすぐにお答えしたんですけど、よく考えるとここに座ってるようなあまり資格がないんですよね。僕は詩人じゃないですから、その実作者として菅原さんの詩について語るってことができない。それから生前のいわゆる菅原さんと個人的に何か文学学校で教わったとか何かで親しんだかとか、そういう人とのつながりの点でも全くなくて、全く本を読んで知った人です。だから人間これぐらいで、はい、こんな近くていいんですか。はい、その人となりを話すこともできない。で近代日本の詩を研究してるっていう、そういう研究者じゃないですから、そういう面でも話せない。で人は随分遠ざかって暮らしてきたもんですから、手がかりがないっていう、何にもないっていう人が今日はお話をすることになって、大変私自身が困惑しています。そういう人間がここに座ってるとお含みおきください。僕は大体そういう好きな詩人の場合はこれは菅原さんの全詩集で西田書店から出たとてもいい編集本ですよね。生前の詩集を全部集めて、しかも値段が安いんですよね。とかこれ初めもう10年以上前ですけど、手を取った時にこれだけのボリュームの本がどうしてこんな安いんだろう。しかも西田書店ってご主人がというか西田書店の、ほとんど自主的にはお一人でなさっているその小さな出版社ですから、経済的に決して余裕がないはずなので、これは普通で言えば定価が普通の本の半分か3分の1ぐらいの定価です。不思議に思ってここに挟み込みのものがありますから、そこで小沢さんがお書きになっていることを読んで初めて、これだけの定価で出せたってことが分かったわけです。でそれはここに写真に写ってる奥さんとの、本当に火事があったりして不幸なことがありましたけど、その、言えばお力でこれだけのものができたってところもあります。これは大きな立派な本なんですけど、詩集としてこういうのを開いたり閉じたりするのはいつも億劫なもんですから、大体僕はそこから自分で好きなものを選んでコピーして閉じてで何ですか、言えば自分なりの編集をする。例えばこれこそ菅原さんだっていうものは一冊にして、後でその年譜とか自分でお書きになった後書きなんかは別閉じにする。でそれで3冊ぐらい作るとなんか親しみができて、自分の本で知っただけなんだけどつながりができたっていう、そういうふうなことをいつもやってるもんですから、そういう意味では菅原さんには何かつながりができてるから話せるかなっていう気持ちもあります。こういう時はこういう色紙貼ると面白いですよ。僕は色紙が好きでいろんな色を持ってて、それをこう貼り分けるのりでやってね、ホチキスで留めてのりでこうやってそういうことをやってるとなんかつながりができる感じなんですよね。そういう作品のことはちょっと後で自分なりに思ったことを話します。詩を読んでたのはいわゆる10代から20代にかけてで、私は昭和15年生まれです。ですからここにいらっしゃる方で見た年齢の方ですか、1940年生まれですから、戦後少年時代から青年時代
が昭和30年代なんですけどね、そういう時に詩を読むっていうのは大体好み、世代によって好みがあって、私の世代でしたら中原中也とか伊藤静夫とか、それから少し目が超えると西脇潤三郎とか、それからそうですね、人それぞれ好みですから、山之口バックです非常にコミカルな詩があったり、緒方亀之助さんの非常に不思議な詩があったり、そういうものに親しんできたわけです。いろんなそのモダニズムっていうんですか、非常におしゃれな安西冬江なんて本当におしゃれな、ちょっと偽物臭いんですけど非常におしゃれで洒落た詩が、そういうものがやっぱり若いですから光りましたね。ですから20代の時に結構詩は読んでいました。菅原さんを知ったのはその中野重治との関係です。それまた後でお話しします。そういうことで読みかつこの古本屋を回りますと、その詩の初版本ですか、またそんなに初版を高く目をつけるような風習がなかったものですから、詩集っていうのは大体初版しか出ないんです。重版なんかまずしないですから、古本屋さんがわざわざ初版と銘打ってやってますけど、あれは初版しかないんです。そういう時に割と何気なく買ってたんですよね。で、随分安かったです。紙も悪いし。ただ何気なく買ったものですから、また人に何気なくあげてしまったり、何気なくなくしてしまったり、そういう点では貴重品扱いは全然しなかったんですけど、そういう古本屋に回って出くは遭遇するっていうのがまた詩を読むことに重なって面白かったです。その詩人と自分とのやはりつながりがそういうところでできていく。そういうことがあって20代の終わり頃から仕掛け3年ばかりウィーンで暮らしまして、でその時にヨーロッパの散文っていう世界のものすごさっていうんですか、何百ページにわたって思想なり歴史なり伝説なり自分の人生なり、あるいは非常に数節の体験なり全てを入れることができる散文っていう文章の世界を知ったものですから、これは真剣に取り組まないととっても太刀打ちできない。ヨーロッパの散文世界のその怖さ、ものすごさというものを日本でやるためには、もうその詩の短いものを自分なりに真似たりする、そういう道楽はやめようと思って帰ってきてからは詩集は全部その物置のあるいは本棚の一番奥にしまい込んで、いえば詩と手を切ったわけです。それが30代の初めぐらいですか。それで強制収容所を生き延びた人の非常に痛切な小冊とか、ウィーンの非常に個性的な風刺家のものとか、そういうものをほとんど売れない本ですけど翻訳をしていた時期があります。それはちょうど手を切った頃です。でただ若かったものですからそれがちょっと詩を書いてたものですから、それを集めて小さな薄い詩集を作ったわけです。で視聴者ってところで出してもらったんですけど、もう本当にしょうがないもので、今考えれば本当にバカなことをしたと思うんですけど、ゲラが出た時に当然見ますよね。そうすると奥付けに定価1000円とついてたんです。それ本屋さんがつけたんで。でなんか約束で1000部出して半分は著者が買い上げる、要するに実版ですよね。あの頃の1000円ですから、今では1万円ぐらいで、こんな本に1000円はちょっと無茶だよなと思って500と直したんですね。本屋さんはその奥付けが訂正されてると思わないですから、それでいざ計算しようとすると、僕はその
半分引き取る時の基準が定価だとは知らなかった。要するに高いから申し訳ないからと思って安くしただけなんだけど、定価プラスかける約束の500ですから、ちょうどこちらが払うのが半分になる。もう直されると困るんですけどねって言われて、じゃあいいですよ、約束元通りでって、いややっぱり定価とが基準になるもんですからね、うちの社会では。それで半分で済んだ。だから皆さん実施版なさるときは定価をなるだけいじること、まあそういうことがありました。ただそれ出したのはいいんですけど、もう本当に恥ずかしい限りで。ただ表紙だけは友人でちょっと精神的に少し病気があった人、まあ神経ですけど、病院に入ったり出たりしてたんですけど、ちょうど出てきた時に量販の面白いのを作って持ってきたもんですから、これ使わせてもらっていいですかって言って、その表紙だけはその値打ちがあるっていう、中身は何にもないっていうものを出して歌の別れにしました。それはあまり恥ずかしいものですから全部処分して自分の手元にも一冊も残っていない、記憶からも消したいぐらいです。まあそういうことで人は縁が切れたっていうことがあります。ただ教師やってましたからドイツ語学をやるとどうしてもその日本の近代詩人と関係してくる。例えばリルケなんかをやってれば日本の式派っていうその大正昭和初期の堀達夫とか丸山薫とかああいう詩人たちが非常にリルケを、まあ、言えばに影響を受けたと思う。だから自動でリルケを読みながら同時にその丸山薫の詩を持ってきたり堀達夫のいわゆるリルケ訳っていうのがありますから、それ近代史を通して日本の近代史を知るっていう、そういうことがブレフトなんかやってますと、あれはもともと詩人でしたから若い頃の詩があって、でそれは日本の例えば長谷川四郎さんが訳してる。当然長谷川四郎とブレフトと並べて学生に話したい。まあそういうふうに授業でどうしても必要なものですから親しんでくる。だからずっと自分では縁を切ったつもりなんですけど、自分の関心としては続いてきたわけです。でそういうことをやっててもう20年ぐらいですか日本の近代史が随分目立った特徴があるってことに気がついた。まあ、それはもうこんなこと自分では勝手に気がついて面白いっていうのか非常に特徴があるっていう意味で記憶に残ってるので人前で話すとはとても思ってなかったんですけど、今日せっかくですからそういう時に気がついたことをお話しします。それは日本の近代史、特に叙情詩、まあ日本の場合はほとんど叙情詩で叙事詩は全く珍しいぐらいで、まず叙情の世界しかない。それはそれとして日本の叙情詩、詩は非常に短い、極端に短いというのがまず一つ。それから日本の詩、近代史は非常に短い間にとんでもない変化をした。要するに文語の定型詩から口語の自由詩が本当に30年の間に起こって変化があった。こんなに言葉が変化したいわゆる国語ですか、国の言葉っていうのは世界でないだろうと思うほど大きな変化があった。これを2番目の気がついた。もう一つは日本のは社会性をほとんど持たない。時代に対してだから非常に弱い。時代に順応してしまうというそういう点で日本のあるいは詩人たちの特徴に気がついた。それはドイツあるいはヨーロッパのものをやってるって比較していけばそういう問題がどうしても出てくるわけです。どうしてだろうなって自分なりにまあ、授業中に学生に話しながら
どうしてでしょうね、これは理由から言えばこういう理由が考えられるけれどもねとか言って、話したことを覚えています。まあ、例えば日本の近代史、叙情史がなぜこんなに短いのか、大体1ページか2ページで終わってしまう。まあ、例えばリルケのじゃあソネットだってみんな短いじゃないかと言われそうですけど、それはソネットという形式ですから短いです。ただし一つだけで完結することはまずありえない。連作としてずっと大きなテーマを追求してきて、それで一つの詩が一冊の本になるほど長い。ドゥイノーのエレジーっていうのはこれなんか全くあるエレジーの形式でもって、一つの主題で出来上がっている。もちろん一つ一つは短い1234って番号を振っていってるわけですけど、全体が一つの詩になっている。でそれは基本であって、本当に短い本で言えば23ページせいぜいで終わってしまう、完結していくっていうのは非常に少ない。それは詩人とすればなんとかちょっと手すさみに作る程度で、基本的には大きなテーマを持って連作していくのが基本なんです。日本の詩人たちにはそういうものが非常に少ない。まあなぜ短いかっていうのはそれをお分かりになる通り、まあ、日本の詩歌和歌もう1000年以上のああいう短い短詩系の文学がありますからね。そこへその俳句という17音ですか、そういう新しい全くその短い中で表現してしまうっていう、そういう短詩系文学の非常に強い伝統がありますから、近代史がそちらにやはり引きずられる。その伝統を近代史が模倣していって、日本近代史の新しいジャンルでありながら、その性格的には日本の短詩系文学とほぼ等しいという、そういう、まあ、詩あるいは詩人たちの世界が出来上がってきた。式派の詩だって、一つ一つよく見ていくとほとんどその2行あるいは4行8行っていうそういう数の世界でもう完結してしまっている。だから短詩系文学とほとんど変わらないっていう、そういう特徴がありますよね。まあその短さっていう点では日本のそういう伝統っていうことを考えていけばほぼ納得がいく。で叙情のタイトル、まあ主題が大体恋愛あるいは恋、そういうものに非常に集中している。それから季節の変化、春夏秋冬っていう変化で自然の変化、そういうものに集中している。つまり時間がない、ずっと継続して過去現在未来につながっていくその長い時間の幅が詩の中にはほとんどない。完結してるもんですから一回一回終わりになる。季節っていうのは循環するものですから、春が来てまた去ったものが戻ってくる。時間が循環してこの過去未来につながっていかない。つまり社会性がないっていうのは時間がないことであり、歴史がないってことであって、どうしても詩人の世界にはその社会あるいは歴史が入ってこない。そうするとそれは排除できる。しかも日本の代表的な名作にあたるものはほぼその歴史性を排除してしまう。だから時代が大きく転換して、まあ、日本だと軍国主義の時代がありましたよね。もう満州事変から数えれば長い時間ですよね。満州事変なんてのはことの変と書いて、あれは立派な戦争なんですけど、軍人官僚はあれは戦争じゃないって言ったもんですから、名付けようがないから事変と称しただけで、満州事変あるいは日華事変っていうのは日本人だけが通用している非常にまあ困った言葉ですよね。戦争であるのに戦争でないと思わせるための
言葉の使い方で、軍人官僚が考え出したんでしょうけど、ひねり出したんでしょうけど、その明らかに戦争だと思います。つまりああいう言葉遣い、言葉でもってはっきり言わないで真相をくらませるってのは日本人は非常にうまいっていうのがのべつやってるもんですから、例えば占領軍と言わずに進駐軍と言ったり、そのなんていうのか、都合が悪い時には常に言い換えて、なんかわけのわからない表現、現在だと特にカタカナが使われますけど、ああいうのは政治学でユーフェイズムって言いますけど、そういう、利用の仕方がずっと日本には言葉の問題としてあるわけですけど、その満州事変なんかとか数えれば長い時代の中で日本の近代史が見せた姿はほとんどもう大政一辺倒で、高村光太郎にしても伊藤達治にしてもたくさんのその愛国史戦争賛美を書いている。もうたわいないほど時代の中に飲まれていった。それは要するに時間がない、歴史がない詩っていうことでずっとやってきたわけですから、ある事態の中で例えば戦争賛美一種の半ば理念として、あるいは幻想としてのその美しき戦争なんでしょうけど、自分でこしらえたそういう中での持続した戦争観ですから、すぐにその賛美に行っちゃうわけですよね。批評性が全然入ってこない。だから近代史がどうも短いのは、それはそれなりでともかく形式としては認められるんだけど、そこが歴史とか社会とか時間が入ってこないっていうのは非常に困ったことですよねって、学生なんかとそういう話はよくしました。でそういう時に例外的にその時代に常に批評的な姿勢をとって詩を作った人たちはじゃあどういう人たちだろうって、そういう中で中野茂春の詩集とか金子光晴とか、それから菅原さんは僕じゃなくてある女性が見つけてきてアンソロジーで見たようですけどこういう詩がありますよって、そうか、こういうことをきちっと書いてた人がいたんだって。その女性は僕は大変好きな学生だったんですけど、中野の日本文学学校ですか、あそこのそこへ通い出して、そこで恋人ができて結婚してしまったものですから、僕は中野の学校には非常に恨みがあります。いまだに中野っていうとすぐ彼女のことを思い出すんですけど、それそういう見つけてきてくれて、そこからつながりが始まったんですけど、今言ったように時代との関わりを詩に表した人たち、それは今言った他のことたくさんいらっしゃるでしょうけど、差し当たって中野茂春、金子光晴、そういうものを考えたわけです。じゃあついでだから少し読んでみようっていうことで、特に中野茂春は割と学生と呼びました。でその時に気がついて、やはりこれも気がついたことの一つですけど、菅原さんは1911年生まれですよね。で中野茂春は1902年、ほぼ10歳違うわけです。で金子光晴はもう少し上で、頃の詩人たち、新吉とか大体小熊秀夫もそうですけど、菅原さんより大体10歳、早い、10歳程度早い、明治30年代の生まれです。だからその10年間ってのは非常に大きな問題じゃないかと思ったことを覚えています。というのは今言った1931年のその満州事変、満州戦争から始まって日本の国内の締め付けが非常に厳しくなる、要するに治安維持法で何だって引っ掛けて逮捕するっていう、そういう状況になっている。でその時31年ですから、菅原さんは20歳ですよね。それに対して中野茂春は2年ぐらいか29歳、30歳
この10年は大きいですよ。人間的な成熟が全く違う。それから表現力が違う。だから中野重治や金子光晴にあれだけのいいものができたのは余裕があった。時代がまだ切まっていなかった。自分の人間的な成熟も可能だったし、それに応じた表現力を練り上げる暇があった。だから非常にいい作品ができた。菅原さんの場合は僕は自分でそういう戦前戦中を一つのまとめにしてますけど、やはり非常にいいものがありますけど、やはり幼い。それはそうですよね。20歳前後ですからね、一番初期のものはね。だからこの時代にとって10年っていう人生の幅は非常に大きな幅だったと思います。そのことはまたその世代だけで言えることではないにしても、やはり大きな問題だっただろうと思います。そういうヨーロッパの文学を見ながら、ちょっと失礼、足を崩しよう。それから皆さんもどうぞお楽になってください。それから人の話を聞きながら眠るのは非常に気持ちがいいです。どうぞご遠慮なく。そういう具合に自分の学校で教えるヨーロッパのものを教えながら、その中で日本の詩人たちを考える、ヨーロッパの近代史を通して日本の近代史を考える、そんなふうなことで、ずっと続けてきたものですから、今言ったようなことを気がついた、そういうことがあります。今日の中で話したいところの、もう少し近い方がいいですか。手で持ってやりましょう。そういうふうなことでやってきたわけですけど、やはりあまり今の下で座らないもんですから。申し訳ない。この方が楽みたいです。差し当たっては。そういうふうなヨーロッパをよそのものを通して日本の詩を考える、そういう立場でやっています。今話したはそういうことなんですけど、そういう特徴が出てくる。その特徴の中からじゃあ一番お前その段階で気にかかったことは何だって言われると、今ちょっと話しましたけど、中野重治の詩集、おいでになっている方に中野重治が大好きよ、もう本当に中野重治は神様のような人なんだからって方がいらっしゃるとちょっと話しづらいんですけど、ただ私の周りにはいました。同じ世代で文学といえばもう中野重治だけ、それほど人を捉えた詩人で、いわゆる詩人の時期は非常に短いものですから、その後の小説家、それから政治家に一度なりましたよね。だからそういう中野重治の若い頃の詩集をご存じない、あるいは逆に非常にそれで感動したっていうどちらかで、菅原さんとの関係でちょっと中野重治のことに入ります。今中野重治こそ私にとっての文学者だっていう人が身近にいたって言いましたけど、それは決して少ない数ではなかった。私の世代にはたくさんとまで言わないにしてもいました。でそれは理由があります。要するに最初出くわしたそののが小説ではなくて詩集だった。その詩集が非常に素晴らしいものだった。しかもそれが戦前の一番治安維持法で痛めつけられている時期に書かれていたという点です。それでは問題ないじゃないかと言われそうなんですけど、
中野茂春詩集っていうのはまあそういう時に古本屋で見つけたものの一つですけど、これは昭和22年に出た一冊、この薄っぺらいのが一冊、これしかなかったわけです。でこれは昭和22年に出た。我々が古本屋さんで見つけるのはこれだ。じゃあどういうことって言われそうですけど、要するに中野茂春、これ後書きに彼は書いてますけど、この本は最初この年に出た。これ昭和5年です。30年ですね。であの頃はそのゲラ釣りを内務省かどっかで出して検閲を受けて、検閲を通らないと本が出せなかった。だからゲラ釣りを出して同時に製本にかかった時に発禁として刊行が許可が出なかった。で直ちにその欧州にそのゲラ釣りですか、それを持っていっちゃうわけです。だから30年に最初まとめた時には検閲にかかって全部取られてしまう。ただその時に伊藤新吉って詩人が立ち会ってたんですけど、だからどういうわけかうまくごまかして一冊だけ仮製本にしたのを一冊だけ取り除けて、まあ、隠してた。でそれが中野茂春に送られてだから残ったという、まず後書きにそのことを書いています。それから昭和10年、まあ5年後ですけどいわゆるナウカっていう左翼系の出版社から出した。これその時初めて、まあ、世に出た。確か部数は限りなく少なかっただろう。それからそこには不正字だらけで、しかも終わりの方の何十ページかが省かれていた。ナウカが危険をまあ、言えば心配して省いたんだ。で非常に数が少ない非常にまあ言えば不完全なものが世に出て、それもほとんど詩人仲間に行き渡っただけだろう。だから実質的に昭和22年に出たものが中野茂春が一般の人の目に触れた最初だ。我々は初めてこれで知った。で非常に感動した。それは感動しますよ。これ見事な詩ですからでなんかいくつかなんかいわゆる空で言えそうなほどなんていうのか親しんだんですけど、例えば白波っていう彼は福井の生まれですから、北陸線ですか、あの辺りを船に東京に上京するときに海辺の電車、あの頃は汽車ですけど、それの白波はその北陸の海を列車から見た時の描写があって、最後の3行、これなんかよく自分でほとんど記憶に刻み込んだ3行なんですけど、ああ越後の国親知らず一ぶりの海岸、翻る白波の暇に旅の心は冷え冷えと湿りを帯びてくるのだ。旅の心は冷え冷えと湿りを帯びるっていうのは、旅の心を見事に一行に見つめたと思ったんですね。この「ああ越後の国親知らず」、この「ああ」っていうのがまた見事な置き方で、これ書いたのは確か10代の終わりぐらいだと思うんですけどその別れっていう、あなたは黒髪を結んで優しい日本の着物を着ていた。まあそういうように出だしがあって、あなたに話しかける詩ですけど、別れ、私は両手に高く差し上げた。あなたはあなたの体の悲しい重量、重さかもしれない。体の悲しい重量、重さを知っていますか。それは私の両手を伝って滴りのように響いてきたのですって。これはまさに愛の詩として絶唱に近い見事なもの、別れという詩です。まあもう一つ、夜明け前のさようなら、これも本当によく我々が読んだ詩の一つですけど、要するに左翼の活動をしていて相談する場がない、それから泊まる場がない、僕らは仕事をせねばならぬ、
そのために相談をせねばならぬ。しかるに僕らが相談をするとおまわりが来て目や鼻を叩く。こういう出だしで、そういう自分たちにために貧しい夫婦が2階を貸してくれた。その2階で6人が言えば休むわけですけど、その貧しい夫婦はこの6人の青年がどういうものであるか、何をしているのか一切問わなかった。だから彼らに迷惑をかけてはならないので、夜明け前にそーっと立ち去った。だから夜明け前のさようならってタイトルは、この2人非常に危険なことを承知の上で宿を貸してくれた2人の貧しい夫婦に宛てた言葉でもあるわけですね。もう一つだけ、お前は歌うな。これ歌っていう。これも非常によく知られているものですけど、お前は歌うな。お前は赤ママの花やトンボの羽を歌うな。風のささやきや女の髪の毛の匂いを歌うな。そういうように歌うな、歌うな、歌うな。で、歌うのはもっぱら正直のところを、腹の足しになるところを、胸先を突き上げてくるギリギリのところを歌えというふうに、この歌っていう詩がついている。で、我々要するにわななくような気持ちで読んだって、こういう詩を書いた詩人が戦時中にいたって、戦前ですけど、私その時何か言えば錯誤、間違いがあった。つまりちょうどこの詩は22年この本が出た時、この版が出た年は中野茂春がその前年に衆議院議員に立候補して福井県の地盤にして立候補して落選したわけです。で22年この年には参議院に出て、雪辱戦と称して当選した。だから参議院議員中野茂春が誕生した年。そうしますとね、国会の先生っていうと大体先生って言ってるけど誰も先生とは思ってないような人たちが国会議員っていうふうに思うわけですけど、その国会議員でこんな詩を書いた人がいた。中野茂春は国会議員政治家にあって同時にもうこれほど我々の精神気持ちをつかみ取るような詩を書いた。どうしても直ちに神話化していくような条件があったわけです。その時に我々はこの詩がほぼ20年前に書かれたってことを忘れていた。22年の議員が誕生した年にこの詩を書いたその人間の経歴が現在は政治家である。ただし彼はこういう詩を書いた人なんだっていうふうにほぼつながってた。でもこれは20年の土壌の上で生まれた詩であって、それはもう昭和の22年には完全になくなっていた。詩を生み出した場がないのに、その詩を自分たちの世の中で、言えば人物の中に直結させて感動している。ちょっと変な言い方ですけど、言えば自分たちのイメージの中で作り上げた詩人、この政治家いわゆる地方政の中で育った政治家の姿とこの詩人の姿を強引に結びつけて感動して、でそこから中野茂春神話のようなものを作っていったとふうに後になって考える。僕の一番じゃないけど親しいまさに中野茂春に打ち込んでた人はよくこの今の詩なんかを空で行っていやこれが本当の詩だよね。それから中野茂春に素朴ということってエッセイがあって、これは教科書なんかによく出ているので、それ彼なんかまさにあれが彼の本質なんだって、この素朴さで、それは確かにメッセージとしてよくできたエッセイで、私は素朴っていうのは一番大切なものだと思っている。そういう書き出しで素朴こそ美しいんだ、
素朴が立派なんだ、素朴をつかみたいんだ、そういうわけで、これが中野茂春の一番美しいところだっていうふうに友人は言う。僕はね、その頃少しちょっとなんかもうちょっと考えなきゃいけないんじゃないかと思い出した頃でしたから、それは非常に素朴なスタイルで書かれている。素朴についてっていうエッセイが非常に素朴な、ぶっきらぼうな素朴なスタイルで書かれている。つまり中身と表現がぴったり合ってる、中身と表現がぴったり合ってるってことは非常に技巧的な書き方なんだ。それがまず一つ。もう一つは本当に素朴な人は素朴は立派だとか素朴は美しいなんて決して言わない。これは素朴じゃない人が書いたエッセイじゃないか。素朴な人はそういうことはわざわざ言ったりしないし、それはさも大切な宝のようには言わないんだというふうに思っていた。だから同時にその我々感動させる詩の持ってるこいつは非常にきついんだけど困った側面、つまりそれは非常に見事に作られた技巧的な詩じゃない。その戦争中に作られた戦前のその非常に厳しい時代に作られたって中で、中野茂春の人に若い時にはその社会性はそんなになかったんじゃないか。いかにもその社会に対して非常に鋭い批判を浴びせる形の詩なんだけど、その詩は非常に技巧的に作られている。これは批判してんじゃなくて、そういうことを実態として見た方がいいんじゃないかっていう意味で今どいてるんですけど、例えば帝国ホテルってこれも有名な詩なんですけど帝国ホテルを、資本主義の一つの代名詞のようにして詩にしてるわけですけど、ここは西洋だ、院が英語を使う、そういう書き出して帝国ホテル1、帝国ホテル2、2つの詩が合わさって、帝国ホテルのそこに出入りする人たち、あるいはそのホテル自体をまさに資本主義ある体制の比喩として書いてるようなものなんですけど、2行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 ってそれが2行ずつ連なっていくわけです。でその2行が一連として数えると123456788、それ以外に2行がちょうど10あります。でここは西洋だ、ここは礼儀正しい西洋だ、ここは西洋だ、西洋の観光場だ、これ今ではスーパーですね。そしてここは監獄だ、ここは陰気な湿っぽい監獄だ。その連の1行、最初の1行は全部だだだだだだってくるわけです。で転調して、そして囚人は番号で呼ばれる。そして出口入り口に番人が立っている。出助が酔っ払っている。ルールが3つ続いて、それからここは安陰売屋だ。それからここはあなた。だからダダダダダダルルダダダ、そういう終わり方、こういう作り方、非常に技巧的だとは思いませんか。非常に構成されている。でじゃあ帝国ホテルになると全く転調して同じような言葉名詞を使って1例目ではここは穴だだったのが、大きな穴が、大きな安陰売屋が、大きな居酒屋が、大きな湿っぽい監獄が、大きな擦り切れた日本市場が、ガときて東京の真ん中に俺たちの頭の上に
悪臭を放ちながら座っている。だからガー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 にるというそういう締めくくりになる。中野茂春は独文化って僕なんかと同じ帝大を出て卒論がハイネだ。ハイネを取り上げて、ハイネって非常に技巧的な詩人だと思うんですから、ハイネを取り上げにあたってやはりハイネの詩の技巧は学んだだろうと。でその自分が時代に対する詩を書くにあたってこの若き中野茂春が持っていた豊かな文才が非常に技巧的な詩として作を作ったんじゃないか。だしそれが戦後の作ったその時点ではなくて20年近くの後にまさにその時代過去のある美しいものを求めていた若い我々にはそれがまさにその時代のタイムラグは全部飛ばして今の時点で書かれた、あるいはそういう非常に豊かな時代を持って素朴に美しい詩を書いた詩人としてそれが政治家として現実にいるっていうのはもう目を丸くするほどの脅威だからその中野茂春全てがそこに戻っていくっていう人が出てきた。この詩の力でしょうけど、その詩の持ってるただ技巧性ってことは誰も見なかった。それから例えば「夜明け前のさようなら」で黙って止めてくれた貧しい夫婦がどういう人たちかってことを考えなかった。菅原さんのやつ読めばすぐに分かりますけど、菅原さんの詩はそういう止めた貧しい夫婦の詩なんですよね。だから全くその目が違う、位置が違う。中野茂春を批判してんじゃないんですよ。やはり実態のいろんな側面があってこれまであまりにも言えば神話化されているので、その詩の作りから言っている我々から言えば非常に技巧を持ってしまうので述べているわけですけど、例えばねあなたは黒髪を結んで優しい日本の着物を着ていた。これは詩の出だしの2行です。もう一度言いますよ。あなたは黒髪を結んで優しい日本の着物を着ていた。これキャッチコピーにぴったりでしょ。日本の着物の組合とかあるいはなんとか友禅のなんとかの広告に、きれいな女性が着物を着て写ってて、その上にあなたは黒髪を結んで優しい日本の着物を着ていた。コピーライターがもう鏡するほど見事な2行ができる。要するに中野茂春の詩句は現代で言えばコピーライトにぴったりです。そんなこと言うともう中野氏ファンから袋叩きにありますけどどこをとっても例えば先ほどの僕なんか暗記したほどいいんだって言ったです。交通公社の写真があってね、北陸の新幹線とこの長野茂春のこの詩はあまり合わないですけど、越後の国親知らず一堀の海岸っていうのはポンってそこに白波が寄せてる北陸の北海の海があってで、新幹線が走ってるっていうと、じゃあお父さんを北陸行こうかこの翻る白波の島に旅の心は冷え冷えと湿りを帯びてくる。旅の心は冷え冷えと湿りを帯びてくるっていうこういう旅情をまさに一語で言えばこの言葉になる。中野茂春がなぜ人々にそれと我々の世代も含めてですけど家に刻み込まれたのは
時代性の中の現代のキャッチフレーズにぴったりだというそういうことがあったわけです。あったんじゃないかと私はもう要するにあまりにも現代性をこういう詩句の中に感じてしまってその詩句自体が何ですかなんていうのか詩句を超えてそのコピーのようなそういうふうな取り方ができるわけです。これは別の詩で出だしの2行を読みますよ。今日は3月23日。ほのかに粉雪がちらついて暖かな春の彼岸の中日です。八王子霊園で広告にそのまま使えそうです。今日は3月23日。この間に粉雪がちらついて暖かな春の彼岸の中日です。富士が見えるっていうそういう霊園の広告のコピーになりますよね。そういう読み方もできる。もう一つだけもうやめますけど人も犬もいなくて波だけがある。人も犬もいなくて波だけがある。こういう1行これあと2行3行4行入れてもいらなくてもいいんですけど人も犬もいなくて波だけがある。写真と組み合わせると JTB の広告にもいいしあるいは郊外に開発された新しい建て売り住宅のなんとか人も犬もいなくて波だけがある海も見えますっていうそういう土地を売るのにまさにぴったりですよね。もうやつまり言いたかったのは中野重治の詩がそういう素朴な形で出来上がって人物と結びつけたそういう我々のいわば早とちりなんでこの詩はその20何年近く前に非常に技巧的に作られていた。でそれが昭和22年以後の政治家が登場してきた時に政治家の美しい過去として我々組み合わせた。でそこから中野重治伝説が生まれたというふうに私は思っているわけです。で、そういうところ時間は大丈夫かもうちょっといいですか。そうこれから菅原の方で先ほど中野重治との関係でということで菅原さんの詩、ここでおいでになっている方はもういろんな形で親しまれている私よりも多分きっと親しい方じゃないかと思うんですけどこの全詩集の中で自分ではこういう編集をしたって言いましたけどこの戦前要するに20代10代の終わりから20代のこれは数から言えば非常に少ないですね。それから戦中これは自分でおっしゃってますけど最初の手っていう詩集の2と振られているものは戦中のものだ。それから戦後これはそれぞれ詩集を出していくかと段階で付け加わった詩が出来上がっている。で自分で編集したっていうものはその戦前のものと戦中のものそれから後の版の中でその詩にこれまで入れなかった詩集未完として入れなかったものをここに集めたっていうのが他の巻にもいくつかあってでそれを全部抜き出して自分では一つにまとめている。だから戦前戦中を一つで読めるようにしているわけです。でその中で自分の中には特に好きなものを自分なりに選んでいくそういう具合に自分の詩集を作るわけです。
先ほどちょっと言いましたけど、菅原さんの場合にはコピーにはならないんですよ。どこを取っても非コピーライトにはならない。つまり部分が独立できない。これは非常に中野茂春と似てるようで違うところで、中野茂春の場合は1行2行独立できる。だからコピーライトになる。で、菅原さんの場合には全部つながってる。非常に緩やかな形、あるいは息の呼吸の流れのようなものであれつながってる。だから部分を取り出すわけにいかないというまずその特徴が一つあります。だから短いものでも終始最初の1行から最後の1行までがつながっている。でその詩は作られたっていうよりも生まれた、要するに作り上げた詩ではなくて、これはもちろん作るわけですけど、菅原さんの中に自然に生まれ出てきた、これはご自分で出てくるっていうのは表現に近い言葉で、詩が生まれる、まさに出てくるっていう、あるつながり、生命体を持ったような命のようなつながりを持って出てくる。だから腕や目や鼻だけを独立させるわけにいかない。全体が一つのつながりになっている。これは一番最初の手に収められた手っていうその最初の一行、その手が警察から俺をかばった、その一行からその一番最後のその母親に対するただ一つの報いになるかのようにっていうのは全部つながる。連作にあたるもの、例えばコオロギっていう、僕もこれとても好きな詩ですけど、これは戦中のものですけど、これは小さな5行あるいは8行の詩が1つ2つ3つ4つ5つで連なって全体が連なる。だから最初の1行、最初の1つの1行から最後のこの5つ目の最後の1行までが緩やかにつながっている。一つ一つは独立するかのようであって、しかし次の、小さな塊ですよね。小さな塊が5つ連なっている、そういう作りです。でこのコオロギっていう小さな生き物に対する、そうですね、生き物に対するシンパシー、その思いなんですけど、その小さな生き物自体がご自分の命と重なっていて、でその小さな生き物の持ってるおかしな面白い楽しいところと、そのご自分が生きてるって状況の中で感じている楽しい面白い変なところとがつながる。要するに日常性の報告がコウモリやコオロギって形で表現される。人に小さな生き物に託するのが菅原さんが非常に好きだ。だから自分の編集では小さな、何とタイトルですか、菅原克美に小さい詩ってそういうタイトルにしてますけどね。要するに小さいっていうのが出てくる詩だけで一つが編める。だからこの例えば「妹」ってタイトルでは「小さな涙」タイトルに小さい歯ですね、小さい股、桃ですか、それから要するに小さい歯がよく光っていた、小さい妹を眺め、この小さいってのを拾っていくと一つのアンソロジーができる。船から降りてその小さな岩の島に寝転び、菅原さんとちはその岩の島は小さくないといけない。隣のベッドの小さな娘はいつも言っていた、海が見たい。これを小さな娘でないとつながっていかない。小さな娘は眠った。次が続いていきます。小さな光る渚をかけていた小さな影が3つ。
そして帰ってきたのは小さな馬車だけ。小さなって意味に言葉にもちろんレトリックな役割があるわけですけど、菅原さんにとっては小さなものを語る詩にすること自体が大きな仕事だ。だから小さなものによって大きなことを語る。大きなことを別に意図したわけじゃないけど、その小さなすすけた小さな魚は水の底にじっと沈んで動かない。この水の底の魚は小さくなければこの詩は成り立たない。別のところで「僕は些細なことが好きだ。暮らしの中で詩が豊かな不意打ちのようにやってくる」というのは本当だ。この詩がやってくる、これはこの詩人の特徴ですね。対比的に中野茂春の非常に作られた見事に作られたっていう要素を強調しましたけど、それに対して暮らしの中で詩が静かな不意打ちのようにやってくる。だから最初の一行と最後の一行までが連なっているというのは、その非常に命の流気体のように指先から頭の先まで命は連なっているわけで、その命の形のような形で詩の塊が出来上がっていく。でそれは小さな不意打ち、小さな静かな不意打ちのような、不意打ちっていう言い方が非常に的確だと思うんですけど、意図して構成して作ろうとして作ったものではなくて、自分の意識を超えたところで不意打ちのようにやってくる。やってくる詩っていうのはこの菅原さんの特徴じゃないかと思います。だからなかなか分析しにくい、非常に語りにくい人で、優しいようで非常に優しいような詩句は非常に優しいです。普通でいう詩の述語ですか、詩的用語、あるいは詩の言葉にあたる詩語というものはほとんど使われていない。ほとんどって全くないんです。ましてや党派的な政治的な用語は全くない。非常に日常的で非常に優しい。その1911年の生まれの詩人、これは現在の目で見れば不思議でも何でもないわけですけど、初めちょっと西洋のものと比べて日本の詩語があまりにも大きく変化した、それはちょっと言い飛ばしたんですけど、当村の若菜集っていうのが1897年、それから作太郎の月に吠えるっていうのが1917年、わずか20年。当村のこの詩の冒頭に「新しき詩歌の時代来たる」要するに1897年、明治何年ですか、その時に新しい詩はこれだっていう形で提出されたのがこれです。でそれはしかし文語体の定型詩、要するに中身は新しい世代の新しい恋心を歌ったり、全く新しい感覚であれ、表現は旧来の文語定型詩、そういうそれはわずか20年後に作太郎が月が吠える、全く口語自由詩です。一つの一国の言葉が20年ぐらいでこれほど変わる。でその作太郎以後はやはり口語自由詩が主体になる。ただし作太郎自身は晩年にはまた文語に戻るって、そういう言語的な放浪、遍歴があるわけで、日本の近代史には非常に文語性が強い、今言った初めに言った中原中也とかああいう世代にも非常に文語体のものがあります。で菅原さんはそれほどその世代と違わないにもかかわらず、一切文語定型的なものは排除されている。もう初めからそれは切り捨てられている。さらに詩語、いわゆる
詩らしい言葉、いわゆる詩に、よく詩人が使いたがるようなそういうちょっと気取った詩的な言葉も排除されている。だから非常にストイックで非常に禁欲的な詩人なんですよね。さと私はそう以外に思っています。で非常に禁欲的で、しかも自分の詩集を出されたのは最初確か40歳ですか。だから非常に遅い。自分の詩に対する持ちこたえた時間は非常に長いです。でその中で多分消されたんだ。自分のその考えに合わない詩らしい詩的な表現は消す。で行として自立して全体の中で、つながらないもの、行としては素晴らしくても全体とすれば場合によれば際立ちすぎるものは消す。だから菅原さんの詩の作り方には不意に生まれるというそういう場合と同時に非常に意図的に消すというその2つが大きな技だったんじゃないかと思っています。で一番素晴らしいのはやはり最初の2番目ですか、火の底にある三分詩、これは非常に長いものです。日本の詩には珍しく長いもので、ぜひお読みいただきたいような気持ちがありますけど、まあ詩集で言えば最初の詩にあって2番目の詩の火の底っていうタイトルになっていて、その中でこれはその前にやはり連作の形になっていますから、それだけ火の底自体も長いものですけど、その前に火の底、いわゆる底に対して火についてというのがあって、その前にさらにクリスマスイブの夜更けがあって、でさらにその前に、これはもちろん連作として読まなくてもちっとも構わないんですけど、連作として読んだらまた別の見方が飢餓上ですね、飢餓時代。だから飢餓時代っていうのがこれは全部で4つ非常に長めのものが4つ連なって1つになり、クリスマスイブの夜更けが来て同じような3分のスタイルで書かれて、それから火についてというのが来て、これは短めです。それから一番長い火の底、俺はうつ伏せになって倒れていた。俺は床がこれほどの力を持って下から押してくるのを知らなかった。これはいわゆる逮捕されて留置されたその体験を詩の形で書かれたものがあって、それに対してこれは三分の形で書かれている。で非常に当然三分詩の形ですから描写が細かくて人の捉え方が、詳しいというのか、非常に客観的な目の見方が厳しくて、言葉が凝縮されていて、それから留置場にもともと体の肋膜で悪い方がほとんどひどい状況の中でそういうひどい場所に放り込まれる、その後に自分の体がいた塔のようになる。だから俺はうつ伏せになって倒れていた。俺は床がこれほどの力を持って下から押してくるのを知らなかった。床が下から押してくるなんてことは、これは非常に弱い自分の肉体がほとんどもう散らばっているような状況の中で感じる感覚だと思いますけど、そういう自分の限界のような肉体の状況と、そういう人間を扱う人々の表情、あるいは言葉遣い、それから
そういう状況に立ち至ったほんのしばらく前の過去が映画で言えばスナップショットみたいに入ってくる。非常に複雑な構造のようですけど、全体は一つの流れがあって、そういうことがそもそも始まった時、それからある活動の時期、それからそれが露見して追われる時期、それから追われて捕まって放り込まれる。その中で、全く別の人間を描写している。要するに国家の権力側の人間、その一番下っ端の人たちですけど、そういう権力の一番末端の人々の持っている表情、あるいは言葉遣い。例えば看守はただガチャリと言わせ、これ鍵ですけど、錠前をガチャリと言わせただけだった。人間は自分より哀れな弱いものを見るとき、それだけで慰められるものを持っているもの。人間は自分より弱い哀れなものを見ると非常に慰められるという、いわば小冊がすぐ入る。で、自分の体は手足は冷えた資本の棒だった。手足は冷えた資本の棒だった。それはやがて胴体の運命だった。この棒のように固まった手足が徐々に胴に移ってきて、それが死っていう形で接近してくるのが非常によくわかるというのが非常に冷静に書かれる。しかし彼らは棒のままにするんではなくて、俺をいやおなく生き物に戻すだろうというのは、俺はいやおなく人間に戻らされるだろう。そこは彼らのつけ目なのだ。彼らは俺が人間であることによって手ひどい痛みを感じさせることができるからだ。戦中のこういう状況について書かれたものはたくさんありますけど、この3文章は非常に優れたものだと。で、その語り手はそれを語ることによって生きる力を得たようなところがありますけど、他の詩の形で語られたものと一つの、言えばどう言ったらいいんだ、トランプの表と裏みたいなものでどちらを見てもいいわけです。で、この3本の持つ重さに対してシックの形を取ったものはもっと軽く書かれている。だから菅原さんはそういうことを、いわゆる英雄的な形で書くことを好まなかった。非常に客観的だけに終始して、で詩の形の中では半ばユーモラスな形で書いている。これもこの人の大きな特徴だろうと。詩人としての自分を、言えば偉大化しない、神話化しない。ずっと菅さんはそういう時代の役割として、もともとデザイナーを、今で言えばデザインを学んだ人ですから、カットとか割り付けとかそういうものは非常に上手ですから、巧みですから、その組織の中では大変重宝がられたと思いますよね。だからプリンターって言われてたんでしょ。でそのプリンターに頼みゃいいだろうとか、じゃあプリンターにやってもらおうとか、要するに広報の下支えですよね。そういう実務のプリンターで、だからその自分が投射する投射版、いわゆる印刷機ですけど、音がしないものを作った。でこれは自慢にしていいんだと。それはそうですよ、秘密でやるわけですから、音がしないものを発明、こしらえ上げるっていうのは大変な、そういうプリンターとしての新聞作り、そういうことを書いた詩も僕は非常に好きなもので、まさに一番底辺っていうのか、一番その現場の下支えをしながら非常に寡黙でガリ版を切っている。
その自分とそういうものをやってる仲間について書いた、そういう詩、そういうのは非常に優れたものだ。プリンターっていう表現がこれ1箇所か2箇所に出てくるんですけど、どういう思いで聞かれたかは何も書かれていないけど、僕は思うに菅原さんが非常にストイックだったのは、言葉を持つ人間がいかにずるいか、組織の中にいらした時に、これは日本共産党の組織の中に末端としておられた時に、言葉を持つ人間、特に幹部と言われる人たちの持つ、いわばずるさ、言葉を持てば持つほど巧みに言葉を使って常に日の当たるところに出たがる、あるいは非常に状況が悪くなれば言葉巧みにそれを転化する、あるいは言葉でもっていわば支配、要するに言葉を権力として使う人たちをたくさん見ていた。だから言葉に対してはできるだけ禁欲で、決してその政治的な党派的な言葉を使わない、一切使わないっていうのは、そういうものがいかにその組織の中では使われていたかで、そういう言葉を持つ人間の持つ醜悪なところでしょうかね。それがその後も権力構造から言えば、国家権力であれ、あるいは反国家権力であれ、組織の中ではその言葉の使われ方においては同じ、言葉自体が権力になっていくっていう、そういう構造を非常に下から見ていた人です。そういうものをプリンターと言われながら文字にする仕事をしている。でそこにちょっとしたカットをつけて、しかもその非合法の場合には誰にもわからないという状況の中で作る。それはしかしみんなに分かってもらわないといけないっていう、そういう非常に奇妙なメディアを担当していた方ですよね。だからこの全集には最後に年譜がついている。で普通でいう生活者とすれば惨憺たるもともとその六幕ってあれはじっと静養するしかしようがない。6幕7年とか7年ぐらいはじっとしてればなんとか治るっていう言い方をされた病気ですけど、見たところは健康としか見えない。だから他人から見ればブラブラしているように見えるわけです。作家では深沢七郎なんかが六幕でしたよね。でその若い時はだからブラブラしていく、ブラブラせざるを得ないような病気なんですけど、でそういう人間が何をしたかっていうのは明らかに観察をしている。人間をよく見ている。一見健康でしかし静養するしかない人間のする仕事は人を観察すること、よく見ることです。だから深沢七郎の非常に人間に対して突き放した見方をするような、年取って役に立たなくなれば山に捨ててくればよろしい、ああいう非常に冷めた人間観、ああいう見方に近いものは菅原さんは非常に優しい詩を書いたというイメージがありますから、なかなかそこまではちょっと言い切れないですけど、菅原さんの中には非常に冷静に見ていらした時期が長いことがあって、しかも組織の中の下から見ていた人の眼差しが詩の中に至るところにある。でもうそろそろ皆さんお疲れでしょうけど私は菅原さんの詩の中で晩年にお書きになってこの詩集では最後の巻として入っていますけど、その後書きはご自分がもう入院なすってて奥さんがお書きになったっていう詩が非常に薄いものですけど、老い
について、あるいは過去を共にした人間が老いた状況で、会う、しゃべる、話すっていうそういう日常が続いてあります。でこれは僕は自分の日常に近いほど嬉しいもので、これは若い時はこういう読み方ができなかったんですけど、今になって読むと戦前の戦中のそういう火の底のような非常に過酷な状況の中で書かれた詩っていうのも楽しいですけど、最後の老いの状況の中、死が近づいてくることを感じながら書かれた詩は、今読むととても身にしみて感じられます。その中のいくつかは自分でよくやる、これもよくやるんですけど、何ですか、この死後に残して残るものですけど、こういうふうにして、姿を消したいっていう、そういう自分のプログラムがありますよね。僕なんか最後にはお経じゃなくて惜別の歌っていうんですか、遠き別れに耐えかねてっていう歌がありますけど、この高殿に戻るか登るか、悲しむなかれ我が友よって、旅の衣を支度せよと、詩集幕は菅原さんのこの最後の詩集の中のいくつか、あるいは一つ二つを借りて終わりにしたい、そんなふうに思うような詩がこんなところでよろしいですか。皆さん我慢していただいてどうもありがとうございます。いやー、いいお話、答えられないね。いや本当にね、発見というか、わーっと思いましたよ、いろいろ。いいですか、ね、分かった。牛長さんが、味わうな、こういうふうにあるのか。いや、ありがとうございました。本当にありがとうございます。それでは、次に佐久間純平さんにお願いしたいと思います。佐久間純平さんは、皆さん時々テレビなどで顔を見ることもあると思うんですけれども、南こうせつさんや、小室俊さんなんかのサポートメンバーとして、ギターやバイオリンを弾いていらっしゃいます。で、演劇ともゆかりの深い高田渉さんとは、昔ヒルトップストリングスバンドというのを一緒に親になってゴールドに作っていらっしゃって、あと、渉さんの、サポートメンバーとして、よくステージを共にされています。で、シンガーソングライターとしても、CD を作っていらっしゃいまして、今年ですね、ありがとうの歌というのをリリースしまして、今、この CD なんですけれども、今、その後ろの方で、販売しておりますので、皆さん、休み、休憩時間とか、お帰りの際にお求めになってください。佐久間さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。こんにちは、佐久間純平と申します。よろしくお願いします。私がですね、ここにこの元気っていう忍ぶ会のことは伺っていて、でその後イ・ジョンミさんというシンガーから伺って、でこの間渡さんの息子の岡田蓮君から聞いて、す
そういう会があるんですから、そしたら世話人の中の方の、西田書店の日高さん、野上さんから「お前今年来いよ」って言われたので、私はでも菅原さんとは縁とゆかりが全然ないので行きますってしたんですけどでもまあ自分はですね、普段ミュージシャンとして大体、南こうせつさん、神田川を歌ってらっしゃるあの方のツアーとか、まあ、バイオリン弾いたりギター弾いたりしてるものなんですけど、その前がまあ、小室仁さんとか、その前がね、仙台在住の佐藤宗之さん、青葉城下ね、一緒にこうやって友達と彼のアパートに行きました。本当にもう老成されているので、もうこのおじいさんがどこの人だろうと思ったらまだ20か21だったんですよね。で僕が16か7でしたから、それでも彼はアパートによしよく来たして若造をね入れてくれてお茶を出してくれてバームクーヘンまで出して非常にすごいなと思って、僕はまあこの昭和の28年生まれですので一昨年が還暦だったんですね。ですので音楽的にはもちろん、洋楽っつってもねプレスリーの世代よりちょっと後なんですね。だから僕のメインがね、まあビートルズですかね。ビートルズばっかり聴いてましたけど、でも高校生までずっとビートルズ聴いて、高校生になった時になぜか高田渡になるんですよ。これがねコペルニクス的展開でですね、それで高田さんにも憧れて、ビートルズにも憧れたけど高田さんに憧れて、学校を一応ちゃんと卒業して、大体ね自分が通ってた学校っていうのは中退するとね成功してるんですよ。永六輔さんとかね、先輩中村八大あの学校なんですよ。A さんとかその野坂喜之さんとかはね見事に中退してますから、大変に成功されてるなと思います。それで、自分がですね、それで高田さんが「ブラザー剣」っていう歌を、皆さんブラザー剣ご存知ですか？みんな知ってます？知ってます？いや高田さんの歌よ、詩じゃなくて知ってますか？でね、高田さんの影響を受けてね、実は先ほど自分が関わってる音楽の人、佐藤宗之さんも、それから南こうせつさんも、ブラザー剣って歌ってるんですよ。自分も歌いたい。自分の CD の中に入れてる。で、自分で今友達で、佐藤岩さんっていう佐藤博さんっていうシンガーがいるんですけど、彼も歌ってるんですよ。だからやっぱ高田さんの功績っていうのはすごく大きいんだなと。僕はあまりにも近くにいたもんだからその功績は分かんなかったんですけど、ただ酔っ払ってるおじさんではなかったっていうことですかねいや偉大な方ですよ。多分その詩人がね、日本の詩人の人が歌の詩を書くっていうことは多々あったと思うんですよ。でそれは歌の詩を書いてるのであって、日本の詩人の詩を歌にしたっていうのは高田さんがこれなんとなく先駆者じゃないかなというふうに、しかもそのメロディーを乗っけ方がね、いわゆるその歌いとか何かそういうことではなくってアメリカンフォークソングのメロディーを乗っけた。だからまあアイリッシュミュージックというかスコットランドの歌って言ってもいいけど、で不思議な世界を作って、その功績が僕は大きいんじゃないかなと思いました。先ほど池内先生の方から戦争のね詩を書いた人とか、要するに女児詩を書いた人は少ないんだってなんかおっしゃられていた。その中に、金子光晴さんっていうお名前が出てたんですけど、金
小光春さんというのは僕がものすごく大好きで、大好きだったんですけど、詩の内容はよく分かんなかったんです本当はね。それで高田さんがいろんな詩人の詩を、歌ってましたから、僕も生意気に高校生の頃ですね、金子光晴を見つけ出してきては、その中に1個だけ「猿股の歌」っていうのがあったんですよ。でそれは物語の詩になっていまして、ああこれはいいなと思って「猿股の歌」っていうのを、メロディーを乗せて歌いました。今日はやりませんけどそれでこのブラザー剣っていう歌は皆さんご存知なんですよね。ちょっとこれを演劇でこれを歌わないわけにはいかないようなので、高田さんの歌っていうのは実は日本のシンガーでは珍しくて、こう上手に歌い上げないんですよね。歌をねこうやってバーンって投げつけるような歌い方するんですよ。似てる人っていうとね、皆さんご存知かどうか分かりませんが、最後の御瀬さんって呼ばれた小林春さんっていう人がいるんですけど、そのあっち新潟の方の子です。その彼女の歌を聴くとガーって歌うんですよ。小林春さんという人は河原でねずっと声を鍛えて、河原で声を出した、ああいう声を鍛えて言ってましたね。言ってて知り合いじゃないですけどそんなことで、じゃあ高田さんのようには歌わないんですけども、自分なりにちょっと歌う人によって歌ってね違ってきて聞こえると思います。ですので高田さんの歌は高田さんのブラザー家ですし、南こうせつのもそうですし、宗さんのもそうですし、僕のはじゃあ僕のブラザー家のことで聞いて。一番町ブラザー家、ガラスのレンガキラキラ波打ち、辺り一面氷を噛む音、死んだ親父が入ってくる、死んだ妹を連れて氷水食べに僕の脇へ、色あせたメリンスの着物、おできいっぱいつけた妹、ミルクセキの音にびっくりしながら、細いすね出して椅子にずり上がる、外は濃紺色の七夕の夜、太った親父は小さい妹を眺め、満足げに氷を噛みひげを吹く、妹は謝辞ですく白い氷のかけら、僕も噛む白い氷のかけら、二人には声がない、二人には僕が見えない、親父はひげを吹く、妹は氷をこぼす、のれんはキラキラ風鈴の音、辺り一面氷を噛む音、
は声がない、二人には僕が見えない、僕が見えない。東一番町ブラザー兼七夕の夜、キラキラ波打つガラスのれんの向こうの闇に。一行から最後までつながってんだよ。そうですね。そうなんですよ。でね、これ菅原さんの中でもちょっと珍しい詩じゃないかなと思ったんですけど、その情景描写がね、まあ情景描写がすごく上手なんだな。僕この仙台の東一番町のブラザー家ってまあ何度か行ったことあるんですけど、今はねこう一番町って一番買い物通りの綺麗な洋食屋さんの立派なビル、自社ビルを持ってるところですから、なんともこの感じとは違うんですけど、でもこれをね渡ちゃんがね見つけてきて歌にしたっていうのがすごいなと思いましたね。まるで菅原克美さんから外れてっても渡ちゃんの歌みたいになってるんですね。これがもうあの人はちょっと泥棒だなと思うんですね。いろんな人の新人からねいろんな詩を盗んできたらね、アメリカの曲をパッと載せてね、で自分の作詞作曲みたいにして歌ってるんですよ。すごいなと思いますね。それで今回ですねブラザー県だけ歌ってなんかあとちょろっと喋ったらあとはこの二次会を楽しみに来ようって思ってたんですけど、僕は今日ちょっと夜が用事があるもので二次会が残念ながら出れないので、それだったらブラザー県だけ歌ってさっと帰ってこようかなと思ったんですけども、実はその先ほど、紹介っていうか言った西田書店のね平川さんと野上さんから世話人のね実は僕はね全詩集をねいただいちゃったんですよ。自分で買ったんじゃないんですけど、ですごいのもらっちゃったなと思ったんですけど、大体今までの自分の経験上ですね、こういう世界文学全史とかね、なんとかかんとか大全、そういうものをね家にあったものをね、よし一から読んでやるぞって読み始めますでしょ、すぐ挫折するんですよ大体。ほんでね大切なとこも読まずに終わっちゃうんですね。で案の定ね全詩集いただいてですね、1ページ目から読み始めました。すぐ挫折したんですね。文字も入ってこないし詩も入ってきませんでした。それでその経過がまああるんですけど、そのうちですねちっちゃい小冊子の陽気な引っ越しが送られてきたんですよ。でこれもいただいちゃったんですけどでと思ってまずいと思って読み始めたらですねさーっと全部読めちゃったんですね。これがね面白いように文字が自分の中に入ってくるし、菅原克美さんがどんな風景を描いてこの詩を書いたかなっていうありありと見えてくるっていうか、とても不思議な体験をしたんですね。それでこれはまずいと思って、渡ちゃんじゃありませんが何か曲を作んなきゃいけないというなんて言うんでしょう、脅迫観念に駆られたんですね。今年正月を超えましてですね、おとそとお餅を食いながらまず何にしようと思ったんですね。でも全詩集でもうくじけてますから全詩集はこっち置いといて、
その陽気な引っ越しの方がね、どれにしようかなとか思いながら、でもまあなんつうんでしょう、僕はまあ素人ですから、まあ開いたとこやってみようかっつって開いたとこを曲つけようと思って、まずつけたのが「ゲンゲの花」について。いや違うね、違いますまずつけたのはね、陽気な引っ越しだ。あれだから陽気な引っ越しっていう小さい本の中の確か一番最後ですよね。一番最後にやってたのかな。ほんで、これはいいな、これはちょっとこれなんかその関係に引っ張られていく時の詩だなと思って、でこの菅原さんがやっぱりさっきケイス先生もおっしゃってたのは、なんつうんでしょう、書くとこのバックボーンをあんまり書かないで、説明しないで、悲惨さとかこんなひどいことがあったとか、こんな悪いことを俺は告発するんだとか、そういうところ一切省いて、なんとなく目の前の現象を書くんですよね。で陽気な引っ越してなんかちっても陽気じゃないですよ、逮捕されていく詩ですからね。のであそこのピストルをこう脇に刺してる人が監視でついてる中に入れられちゃうわけですから。でもその陽気な引っ越しっていうのはね、陽気に作ってみようと思って作ったんですよ。でこの1曲できたからもうこれでいいかなと思って、その4月4日は陽気な引っ越しを歌おうかなと思ってたんですけども、今日は歌いませんって思ってたらね、パッとやったらね、いろいろ読んでたらやっぱりね、この「ゲンゲの花」についてっていうのがね、すごく引っかかったんですよね。でこれその詩っていうのも読む人によって注目するとこが違うし、入ってくる言葉が違うし、何を読むかっていうのは人によると思うんですね。だから同じ詩を読んでても受け取るものは全然違う。あの詩が好きだ、この詩が好きだと同じ詩であっても何が好きかはちょっと人によって違うんだなと思うんですよ。で自分はこの詩を読んだ時に、この詩人とはどういう人のことでしょうっていうのは、このワンセンテンスがすごく気になって、こっから作ろうと思って、まずちょっと変な作曲法を言っちゃいますけどこっから作ろうと思ったんですよ。で詩人とはどういう人のことでしょうっていうメロディーをまず作って、それであとどうしようかなってずっと字をかけてる時に、この詩の最初ですよね。夕暮れの風が通り過ぎるとゲンゲの花が揺れたっていう、ここがね、ここの情景が浮かんできたんですよ。夕暮れにこのレンゲの花がはーって綺麗だなと思って、それでね作った曲がこれはやります。この曲、こういう曲なんですけども、僕がこの詩に対して曲をつけて歌っちゃうと、それもまた限定されたね、多分ことになる、もっともっと具体的なことになっちゃうし、だからあえてその僭越ではございますが、私が作ったメロディーを聴いていただきたいという、そのぐらいな感じで聴いていただけたらと思います。もし自分のそのゲンゲの花についての詩の世界が壊れてしまうようでしたら、耳を塞いでていただいてですねこんなこともあるなっていうぐらいで聴いていただけたらなと思いますね。ゲンゲの花についてっていうのを歌っていますね。「
私が夜店に出るというと、お前はひどくびっくりして立ち止まってしまった。あどけない娘よ、どうか驚かないでおくれ。ほら花がこぼれたと私は何気なく笑って見せたのだ。その時私は貧乏になっても詩人というものになるのだと威張って言いたかったのだけれど、お前には詩人の意味がわからぬらしかった。詩人とはどういう人のことでしょう。詩人とはどういう人のことでしょう。幸せがいつも身に取り巻いてきた。お前には立派な詩人とは、例えばゲーテのような詩人もきっと思い浮かべるに違いないので、私はこぼれたゲンゲの花を愛らしい額に飾ってやって、私の無言の誓いにしただけだった。詩人とはどういう人のことでしょう。詩人とはどういう人のことでしょう。遠い昔のゲンゲの花のような子よ、私はその後本当に境遇が変わってしまった。そうして今は裏ぶれた。嘘や駆け引きの中に身を置きながら、お前のことを聞くたびに、あの春の日のゲンゲの花の
誓いをいつも儚く思い出す。ばかりなのさ。詩人とはどういう人のことでしょうっていうところから始めたんですけども、その一等最初の夕暮れの風が通り過ぎて田園の花が揺れたっていう風景が来て、その後ねやっぱり自分が一番この詩で感じたのが、実はね僕分かってなかったんですよ、この詩の内容をね。ゲンゲの花を摘んでるお前に私が夜店に出るというと、お前はひどくびっくりして立ち止まってしまった。でこの「お前」っていうのは誰かなと、後でねゲンゲの花を首に刺してあげたりして「子よ子」って書いてあるから子供かな娘かなとか思ったりして、世話人の野上さんに聞いたんですよ。そしたら「いやこれは奥さんのことだよ」あ奥さんかと思って、で私が夜店に出るというと、夜店って何だろうと思ってたんですね。夜店っていうのは僕だと普通お祭りに出てるんでね、ああいう綿菓子売ったりするのが夜店で、菅原さんは綿菓子売ったりしてたんだろうなとか思ったりしたんですけど、そうじゃないと。共産党系の新聞を夜叩き売りのように暗い飯で売ったりなんかしてる、そこにこの本を売るために出るんだっていうようなことを伺って、ははと思ってすごく納得したんですね。で納得したのはいいんですけども、なんか違う意見の方ありますいいですかねこれ、僕がこの詩で一番感じたのがなんか奥さんに対する愛情っていうのをすごく感じて、とても幸せな気分になったんですよ、この詩を読んで。なので曲もすごくのんびりとゆったりとしたなるべく幸せな曲にしたいと思って、こんな歌になりました。はい、これが一等最初できたんですね。でその後陽気な引っ越しだ。それで、その後ですね、もうこのぐらいでいいかなと思ってたら、なんか気になってねこうめくってたらね、ポコポコ出来上がっちゃったんですよでなんかね6曲も出来上がっちゃって、それで今日はねこの時間の関係がありますので、全部はできないんですけども、後々私たまにしか自分のライブはやんないんですけども、自分のライブで歌ってもいこうかなと思ってますので、ただこれ許諾が誰に取ったらいいのか、誰か権利者がいたらお前はそのメロディーを載せちゃいかんとかっていう、そういうね人がいたら教えてほしいんですけど、教えてもらって、それでなおかつ、許しを欲しいんですけどねでね、その次にできた曲がですね「夜のもう一つ向こうに」っていう詩なんですよ。で本当はこの前、去年と一昨年かな、高田蓮君って渡ちゃんの息子さんが来てコオロギを歌ったと思うんですけど、コオロギっていうのがねなかなかね詩になりやすいんですね、あれね。で僕も最初目に留まって、したら蓮君が歌ってたのだからみたいなって諦めたんですけど、そしたらその数ページ隣にこの「夜のもう一つ向こうに」っていうのがあったもんで、と思って、さっき幸吉先生がおっしゃってましたけど、変わった詩でね、これ「夜のもう一つ向こうに」ってなってるけど、4つの部分からなってるんですね。全然あまり関係のなさそうなシーンですよね。虫の声を聞いてると「夜のもう一つ向こうに」っていうところから行って、でもねこの詩の中で一番最後は蔵王の森が良かったねっていう、非常に自分には理解しがたい展開になってたので、これは歌にしにくいなと思っていたんですけども、でもこの中で一番気になった部分があって、それはどこかというと、そんなに早く歩くと、きっと大切なものを素通りするって、ここが気になったんですね、すごく。できっとここを
菅原さんはここ言いたかったんじゃないかなとなんか思ったんですよ。そしたらその後に出てくる、その同じシラブですよね。人はたくさんの知識を誇るが僕にはないと。で誰かが幼い君は幼いねって言ったら足元を見て僕は正直だったかなと自問しようって、これがねなんかこの詩人がこう自分に自分を課してる何かすごく決意みたいなとこを感じたんですね。それでこれはちょっと歌にしなきゃいけないなと思って、僕にとっても冒険で、これは歌につまりこう言いたいことは何かというと、詩っていうのはどこからどこまでが詩なのかっていう、その文でも言葉でも話し言葉でもありますよね。でその次に詩のことは僕よく分かんないので、その先にあるのがこう歌、僕が例えば歌ってますけど、歌っていうのはどこからどこまでが歌なのか。誰だっけ、吉田達さんなんかどなたかが言ってたのが、歌っていうのは訴える訴訟の訴ですね、どっから来てんじゃないかって書いておられましたけども、もう一人その歌のことをねずっと真剣に考えてらっしゃる方は永六輔さんって私の20年先輩の学校の先輩ですけども、で A さんの歌もね僕いくつか書かさせていただいてるんですよ。それでA さんが歌についての本を一冊出してるんですね。それは日本の歌、いろんな歌、歌とはどういうものかということを彼が考察して書いてる本なんです。で私もその歌のことはずっと考えてるんですけども、この「夜のもう一つ向こうに」っていう詩にメロディーをつけて歌うこと、歌として成り立ってんのかどうか、自信がありません。ですので今日は皆様に測りたいと思います。ちょっとね、シャンソン風に今してみたんですけども、なんせ4つのセクションに分かれてるので非常に難しいことは難しかったですね。では聞いてくださいね。ちょっと要するに人前で初めて歌うものなので、まだ僕若く見えると思いますけども還暦は超えてるんですよ。で目はねだんだん見えなくなってきてね、細かいところねますよ。夜の虫の声を聞いていると、夜のもう一つ向こうに静かな世界があって、そこに彼らが仲良く暮らしているようだ。僕も暗い夜を通って明るいところに、明るいところに行こう。人気のない部屋に僕の洋服が一つかかっている。僕自身がヨレヨレになって壁にぶら下がっている。伝統の暗いバンダ、そんなに早く歩くときっと大切なものを素通りする。よそ見せず静かに歩こう。人はたくさんの知識を誇るが僕には何もない。もし誰かが幼いと言ったら足元を見て僕は正直だったかと自問しよう。蔵王
森の小道はよかったね。蛇やリスが遊んでいた。人がいないのにかえって賑やかだった。あの木漏れ日の小道はすいませんね、時間がないのでね。でも6つも作っちゃったので1つ2つ歌わせてくださいね。なぜか僕の読み方がそうなのか、自分がその菅原さんの奥さんみたいにね、さっき詩の中に出てきた幸せがいつも身に取り巻いてきたお前に部分がありましたけど、自分もそうなのかなとね。戦争も体験せずに高度成長経済をぐるぐると歩いてきて、で大体その大学出てですね、こんな音楽でやってること自体がね、もうすでにプラチナな感じではありますが、それは高田渡さんっていう人に出会ってしまったのが不運の月でですね、しょうがないことで書いてます。で一番読んでびっくりした詩がございます。美しい夏という詩です。これは何が書いてあるのか最初理解できなくて、でも何度か読んでるうちに、すごくまたなんですけども、幸せな気分になったんですね。なんかこう涅槃に至るみたいな感じがすごく感じたんですよ。だからこれはしかしこれどういうメロディーを作ろうかなと思っていたんですが、自分では冒険をしました。こんな、曲を作ったことがありませんので、不思議な曲になりました。聴いてください。美しい夏です。国に手紙を出し下駄を鳴らして野川の橋を渡った道端にクレヨメの花が咲き、小さい家々によく風が通り、かごや風鈴を下げてお父さんや母さんが話していた。子供もいた。本当にみんな幸せそうで、思わず見とれてしまうのだった。それから薬屋に寄った。ウイスキーが効くという話を思い出して酒にもより夜になると薬
飲んで一人で酒盛りをした小さい家かごと風鈴かんざしのような花本当にこの世っていいところだったと思いながら眠ったそうして一人でそっと死ぬまで眠っているのだったすごく変な曲ですよね。秘密を明かすとですね、ドレミファソラシドで作ったんですね。ってずっとね、そんな感じで作ったんですけどね。でも僕はね、この詩にこういう曲をつけることができて、非常に僕は今回は嬉しく思ってます。こんな機会を与えてくれてね、ありがとうございました。なんか新しい歌を作っていくことができそうな、喜びに、満ち満ちた、なんか桜の季節でございます。自分がですね、その還暦の年にちゃんとした CD を作ろうと思って、一曲中心になる曲が欲しいなと思って、それで先ほど申し上げましたご紹介した永六輔さんに「すいません1個詩を作ってください」っつってお願いに上がって「よし分かった」っつって平さんが作ってくれた詩があります。それが「明日の思い出」っていう歌で、その CD を作ったんですね。で今日はそれは持ってこないで、持ってこれなかったんですけど、その曲も今日は歌わないんですけどもそれがきっかけでまた今年もね4曲入りの CD を作りました。それが「ありがとうの歌」っていうで、そっちの CD は持ってきましたので、後ろの方に並べてあの方が西田書店の方がCD で4曲入りで1000円になってまして、お買い上げやすい感じになってますで他のそれと一緒にね持ってきたのが、それとまつわる絵はがきを自分はちょっと作ったの。自分の絵じゃないですよ、ちゃんとした絵描きさんの絵ですけど、絵はがきもあるんです。で先ほど僕は菅原さんの絵はがきがあるっていうんで、菅原さんの絵はがきを買わせていただきました。であと池内先生の本とかいろいろな方の本がありますので、皆様休憩のためにご覧になってください。では今年作ったアルバム、自分のオリジナルですね、ありがとうの歌って、これまで生きてこれたのもいろいろ関わって、ここまで60数年かかってくれた人たちのおかげだなということで、ありがとうの歌という歌を作りました。聴いてください。ありがとう、ありがとう、あなたにありがとう、ありがとう、ありがとう、みんなにありがとう、産んでくれてありがとう、育ててくれてありがとう、預
くれてありがとう、叱ってくれてありがとう、友達になった喧嘩した、一緒に遊んで泣かされた、泣いた笑った怒った、そして一緒に歌い一緒に歌い、妻になってくれてありがとう、子供になってくれてありがとう、友達になってくれてありがとう、知り合いになってくれてありがとう、ありがとう、ありがとう、あなたにありがとう、ありがとう、ありがとう、みんなにありがとう、死んでからでは言えないので元気なうちに伝えます、同じこの時にこの場所で関わってくれてありがとう、どんな縁で出会ったのか、どんな約束をしてきたのか、それはお互い内緒の秘密、後で全てがわかるだろう、明日の思い出昨日の願い、今いることの喜び、心は大きく柔らかく、さあ行こうさあ行こう、ありがとうありがとう、あなたにありがとう、ありがとう、ありがとう、みんなにありがとう、ありがとう、ありがとう、あなたにありがとう、ありがとう、ありがとう、みんなにありがとう、ありがとうございます。このコーナーの最後にこの後休憩が入るようですけども、菅原克美さんもなんかとても好きだったようです。江野健が歌ってた「私の青空マイブルヘブン」ってね、実はね高田渡さんもこの歌が大好きで、いつもね渡ちゃんはライブのね最後のアンコールのアンコールで歌ってた歌なんですね。で今日はその世話人のお一人であります白崎さんにトランペットを吹いていただきます。白崎さんです。で皆さんご存知でしょうから歌ってくださいね。ご存知でない方は1番僕歌います。でその時にさっと覚えてください。で2番の間が感想がトランペットの感想が入りますんで、そこで半数されて、で3番もう一回歌いますんで、もう一回1番をねそこを一緒に歌ってください。では私の青空ですね。夕暮れに青に見る輝く青空、日が暮れてたどるは我が家の細道、狭いながらも楽しい
これで一部終わりにしますけれども、その前にちょっと、お知らせを、平田さんの方からしていただきます。ほんの数分と CD の宣伝をしようと思ったんですが、もう本田さんが CD のことをご案内していただいたし、そう、竹内さんの方は小田さん紹介していただきました、後ろに西尾書店のホームページがあります。よろしければどうぞお買い求めいただきありがたいです。どうぞ。じゃあ、休憩して、リビングに行きます。そうですか。多分新聞に載ると思います。出たばっかりなんですね。2月中旬の。私乗ったんですか。それは吉田さん、吉田書店を丁寧に作ってくれるでしょう。道もつけてくれます。俊介さんが京都新聞に紹介してくれた。書評を書いてくれた。じゃあいただきます。海沢、難しい字だ。こういうの。皆様、いろいろと話も弾んでいらっしゃるんですけれども、はい、2部と言いましても、また時間が押しておりまして、40分のところが15分ぐらいしか使えませんが、ちょっとお話を、じゃあその本を預かっておいてやっておきましょうか。お話を聞いてみたいと思います。日付を入れて、それではですね、ぼちぼちと皆さんにお時間が2、3分しかなくて申し訳ないんですけれども、お願いします。今日は新聞とても充実してました。去年私喋らせていただいたんですけど、本当に建設のお話聞くと恥ずかしいばっかりです。面白かったのは中野じゃねえや、中野重治とそれから菅原さんの比較がとっても面白かったですね。でここに竹内さんという研究家がいらっしゃるんですけど、僕がたまたま距離が中野重治と同じ距離なんですよね。で今日池内さんがすごく皮肉に言われて、どっかでその通り僕思ったんですよね。本当にものすごくなんともね、セリフが切れるんですよ、重治の詩って。
劇団あれに泣かされるんだなと思いましたね。今日それがコンセプト丁寧に説明されて非常に勉強になりました。どうもありがとうございました。詩人の塩津玲さんでした。ありがとうございました。愛読者で静岡県の御殿場からいらしていらっしゃる失礼いたしました。静岡県の御殿場からいらしている菅原さんの愛読者の勝本さんいらっしゃいますか。急にですいません、お願いします。勝本と申します。今紹介いただきましたから怒られちゃうんですが、愛読者じゃございませんで、お恥ずかしい話、この場で初めて今まで菅原さんのことは存じ上げませんでした。この場にどうしてつながったかというきっかけなんですが、先ほど歌を歌われました佐久間純平さん、僕音楽の少し好きで、いつ頃か覚えておりませんが、女房と一緒に純平さんの今でいうところの歌をずっとやっておりまして、そしてたまたまホームページで教育のことを知り、参加させていただいた次第です。世の中に外国の歌、歌詞は分からなくても耳に心地よい歌ってたくさんあると思うんですが、そういう中で日本語で歌う、また日本語を歌うということで、佐久間さんなんかも素敵な日本語で歌詞を作られたり、また小室仁さんなんかも日本の詩人の詩にですね、曲をつけられて歌っておられたりしますが、そういう歌を聴いて、女房と2人で音楽を楽しませてもらっております。ということで、この場に関しては純平さんの部分を除いては全く門外漢なんですが、参加できてよかったと思っております。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんこの演劇と書いてあるこの式次第なんですけれども、お目に入りますでしょうか。第27回演劇というこの字なんですけど、全体のとても味わいのある字なんですが、これは漫画家の山川さん書いていただいたんでしょうか。ちょっとどうぞ書っていただけますか。とても味わいのある字で、襖の色ととてもよく色合いがあって、毎回ご紹介させていただきました。働きさん、今日大牟田からいらっしゃいまして、調布画廊で6日からですか、個展をされるということなので、一言をどうぞご紹介お願いします。2年前も参加した時は詩を出したんで、ちょっと詩の紹介をしたんですけども、今日は今度あさってから調布画廊で個展を行います。それでそれの準備があって、今回上京しました。調布画廊の画廊主の、重岡さんは文学学校の卒業生で菅原さんともよくご存知で、自分は8年前に調布画廊で個展したんですけれども、その時は萩内郎さんが自分の絵を見てくれて紹介してくれてやることになって、その時は自分は演劇があることを知らなかったんですね。最初の頃は東京にいたんで参加したんですけれども、もう途中で九州に引っ越したんで、それからは全然連絡がなくて来れなくて、たまたま8年前に調布画廊で個展した時に重岡さんがその後この演劇に参加して、自分のハガキをですねこの会場で配っていただきまして、その時青山さんからハガキを見てやったと連絡が来まして、それでちょっと連絡ができて、次回の演劇から連絡いただきまして、それから参加する時はこちらに行くようになりました。はがきたくさんありますんで、後で配りますんで、もしも調布の方に来ることがありましたら、ちょっと求めてください。調布の駅の東口から歩いて、3分から5分ぐらいのところですので、近くに来ましたら、ぜひよろしくお願いします。新宿の事務局をされてたのは20歳
時ぐらいですかね、私が菅原さんの最後の詩の組み会の生徒だったんですけれども、それから長いまた短い時間が流れたようですが、重岡さんが、働き淳さんの個展をしますというそれを8年ぐらい前ここでお話しした時、働き君まだ生きてたんだとか思って、すごく活躍されてんだなと思って、今福岡県の詩人の代表としていろいろなところで活躍されています。さて、広岡さんいらっしゃいますでしょうか。どうも新潟から今日お見えになることができなかった朝倉敦子さんの詩の詩に音楽をつけてくださることの仲立ちをしていただいたそうで、ちょっとその辺ご自分のご自己紹介兼ねてちょっとの時間ですがよろしくお願いします。はい、菅原克美さんとはもうほとんど何の縁もゆかりもありません。読んだことがあっていい詩だなとは思っておりました。たまたま新潟の朝倉さんと知り合うことがありまして、それでできればと思って伺った次第です。でも本当そろそろ来ましたら、一番最初にご焼香がありまして、で十分詩を読む先にお参りをするのかっていう、そんな関係でありました。で私は実は子供の時は文学大好きだったんですけれども、ずっと文学縁がありませんでした。たまたま10年前に孫が生まれまして、孫がダウン症でありました。それでダウン症の孫のことをなんか自分の気持ちを書きたいと思って詩を作りましたら、たまたまそれが曲がついた音楽になったということがありました。でそれでおかしなもんだと思いますけど、それから詩を書くようになりまして、それで詩集まで作ってしまったというそんなことがあります。で実は今日伺ったのは自分でとにかく金沢の出身なものですから、金沢の小さな市の同人誌で書いておるんですけれども、住んでるのは東京ですので、できれば東京にいろんな詩を書く人の友達ができたらなと思って今日それで伺いました。でそう思った理由のもう一つがこうであります。韓国の詩人で文平蘭、文平蘭という人がいます。実は光州事件の時に光州で頑張った民主派の人たちの心の支えになって、その後ずっといわば良心派の詩人として活躍している方です。でその方の詩集を翻訳しようというので、今韓国の友達とやっています。統一と民主をテーマにした叙情詩人なんですけどもね、日本語では植民地の国語の時間という詩が有名で、これは多分インターネットなんかでも読むことができると思います。それでそんな困難もありますのですから、何か詩を書く人たちとつながりができたらなと思いまして、そんな気持ちで来ました。今日池内先生のお話を伺いまして、私は法学部の卒業なんですけども、文学部行けばよかったなとつくづく思いました。ありがとうございました。以上です。吉野久美子さんいらっしゃいますでしょうか。吉野久美子さんお帰りになってしまいましたかね。昨年の秋に、亡くなられたんですが、吉野真二さんの奥さんだったので、ちょっとご紹介だけはしたいなと思っておりました。失礼いたしました。次はですね、調布のラジオでご活躍の木山瑞穂さんいらっしゃいますか。ちょっとまた今年のことなどお願いいたします。木山瑞穂と申します。この現月通信の掲示板のところに載せていただきまして、昨年調布市で、菅原克美の、詩の世界というのをさせていただきまして、村森さんのにお世話になってさせていただいたんですが、もう東京新聞に出てしまったことで、もう全く会場に入りきれないぐらい押しかけてというか、とても皆さんいらしてくださいまして、それでその新聞に載ったことでライブ終わった後に私の電話番号が出てしまったので、続々と菅原克美のことを話したいという電話がやってきました。私全くわからないわけですね。で、はいとか、あ、そうですかというかなりお年めした方のお電話の相手をしたことを昨日のようにもう本当に恥ずかしかったです。東京オアシスという番組を持っておりまして、菅原克美さんの詩を調布で読んでいます。今年は、7月5日に同じ調布の、喫茶店で戦後70年の、イベントとして調布の、
菅原克美さんを取り上げ、そして「島」という曲がありますね。湯山明さんが作曲した、それを、私歌わせていただきますので、またこれもちょっとマスコミに乗るとまた嬉しい誤算があるかなと思います。どうぞ皆様よろしくお願いいたします。ありがとうございました。調布の時に柴崎の時には私も伺わせていただいたんですけど、とてもいい会でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。今ですね、ここに見えてる木村真紀さんから皆さんにこれをね伝えてくださいということで今メモをいただきました。カントですね、カントの「永遠の平和のために」という本を今お話をいただいた池内治さんが訳されています。その中にですね、この中の本のことをですね、先日亡くなられました憲法学者の奥平康弘先生がいらっしゃいます。奥平先生が亡くなる当日あたりにですね、このカントの「永遠の平和のために」という本を読まれていたと奥様の奥平聖子さんがお話になったそうです。今一番お力になってくださるような方たちが次々と亡くなっていくなと私も思ってたんですけれども、この奥平先生が読まれていた、本を池内先生が訳されていて、そのカントの本はずっとあるわけなので、早速勉強して読み直してみたいなと思いました。真紀さんは言論弾圧の、今こそこの事件のことをしっかりと知って、という裁判を続けていらっしゃいます。横浜事件の言論弾圧の裁判をね、今も戦っていらっしゃいます。いろんなことが結びついていくなと思っています。ありがとうございました。伝えました。ですね、不破さん、服部さんいらっしゃいますか。すみません、不破さんも菅原さんの詩に曲をつけていらっしゃるのでしょうか。どうぞご紹介ください。お願いします。今日松本から来ました本当は服部っていうんですけれども、22、23歳の頃から不破でお友達の間で全部通っちゃっていて、私の妻も子供も不破っていうんで不破にしてます。不破です。たまたま、私もうじき62歳なんですけど、CD アルバムみたいなものを、もちろん自主制作ですが、人の詩に曲をつけたやつが9曲、自分の作詞作曲が3曲くらいでアルバムを作ることにして、やっと音ができて、それで菅原克美さんは先ほどの「島」っていう曲を僕も作曲して、でそれをまず人の詩ですから著作権の問題があると思って、で一人一人いろいろ訪ねて回ってたんですが、菅原さんの場合には一体どうしたらいいんだろうと思って、で図書館の友達に聞いたら西田書店から最近本が出てるのでそこに相談すればいいということで、非常に緊張しながら西田書店の日高さんに電話を差し上げたんですね。そしたら杉本勝さんという人にという方に連絡すればいいんじゃないかということで連絡させていただいて、そしたら出してもいいということになりまして、そんなこんなの縁がありまして、で日高さんから今度現役っていうのがあるんで来ないかという誘われて、僕は最近縁というものがすごく大事なような気がして、で今日来たわけです。今日来てなんだかこのほんわかしたというか何とも言えない雰囲気がとても好きです。ショーズ・ベンさんの詩も若い頃から読んでましたが、おっかない人かと思ったらおっかないけど優しいところある人のようで、それとても楽しかったです。どうもありがとうございました。皆さんの音楽も楽しみにしています。スミスさんや山田さんの漫画で漫画の世界で菅原さんを知った時もびっくりして
世界が広がったなと思いましたが、音楽の方もどんどん広がっているようで、すごいなと思います。ありがとうございました。さて、愛知さんいらっしゃいますか。未章さんのお亡くなりになりました未章ひろみさんの朗読劇があるんですよね。それを去年の8月15日、敗戦記念日に丸木美術館で詩の朗読会を、長谷川修司さんたちとやっているんですけど、そこで愛知さんがその朗読劇をやろうということで、そこでまた一つこの演劇ともちょっと縁がありまして、ちょっとかいつまんで短い時間ですいませんが、どうぞご報告ください。愛知です。どうも。去年の8月15日に、東松山の丸木美術館で、主演にナジムっていうんですけども、このナジムっていうのは去年一昨年から美章さんこちらに来られた時に本を持って来られたんですね。僕は小さな灰になってっていうタイトルの本だったと思うんですけど、その中に家具と世界の子供たちっていう作品が入ってたんです。でそれもう刺激になっておりまして、でそれを漠然と書き起こして、で台本にして仕立てたんです。でこれなんとか活かせないかなと思ってたら、8月15日に丸木美術館のこの脇にあります野木庵っていうところで詩の朗読会をやってるっていう話が聞こえてきたんですね。でそれがもともとは P の方なんですかね、長谷川修司さんがやっておられるっていうのを伺ったんです。でじゃあもう一回試しにやってみようかなと思って、やり始めたんですけども、それで一応了解を取らないといけないというんで未章さんに広島におられるんですけども、最初はがきを送って、その後電話をして、で実はここでやりたいと思ってるんですけどもよろしいでしょうかっていうことで、要するに許諾っていうんですかね、こう使用権のでそれを了解を取るために連絡したんです。そしたらどうぞおやりくださいって言われてるんですけども、すごく元気がなかったんですよね。で声が元気がないんでそうですか、ありがとうございますって言って、それで電話切ったんです。そしたらしばらくしたら電話がかかってきましてそしてしかしあんたはねこれ大変だよって言うんですよ。なんで大変なんですか言ったら登場人物がね 10人以上いるんですね。キャストがこんなたくさん集まるかねって言ったら、いや分かりませんって言って、とりあえずやってみますわって言って置いといたんです。それでもうずっと時間が経ちまして、なかなかそんなやってくれる人がいないんですよ。それでこの去年の春こちらへ来ました時に青山さんから坂巻さんっていう女性こちらにいらっしゃるんですけども、ご紹介していただいたんですね。でいや私やってももしやらせていただくんだったらいいですよとおっしゃっていただいて、それで実はこのナジムの中には子供たちが登場するんです。12歳の男の子と12歳の女の子、それをうちに息子と娘がいますので一緒にいかがですかということでものすごく乗っていただいて、それでじゃあやろうかということで、決まったんです。で実際8月15日去年やりました。すごく良かったんですよ。で受けました。もういっぱいの状態で、それでこれもね強引にもうどうしようかなと思ってたんですけども、これも菅原さんの関係でうまくつながったんじゃないかと思って喜んでるんですけども、そんなようなことがありましたということで、そして
残念なことに今年の1月18日に丸谷博さんって医者の名前でなんですけども、詩人としては西尾ひろみさんですけども、この8月18日にお亡くなりになったということで、その後やりましたから連絡も送ってたんですけども、全然連絡が返ってこなかったんですよ。でおかしいなと思ってたら、ものすごくもう相当具合が悪かったみたいで、そういうことで、すいません、簡単ですけども。劇にもなってどんどん広がっていったということで、お子さんと一緒に出ていただいたママたち、ちょっと手だけでもいいので挙げていただけますか。はい、どうもありがとうございました。いろいろお話聞きたいこともあったんですけれども、ちょっと時間厳守でお寺さんから今声をかけられてしまいまして、本当は杉本さんにもねちょっと最後のご挨拶をお願いしたかったんですけれども、申し訳ないです。来年にもう少ししか送りますのですいません。では小沢先生、最後手短に2次会の案内だけさせてください。お寺の門の前で、集合して、それでプラプラ歩こうっていう話もあったんですが、そのまま桜並木をまっつぐ行って、日暮里の、桜水産で、行きます。で若干の予約してありますので、そこで待ち合わせしてプラプラ。それでもう一つお願いがあります。ごめん、桜水産はね、大体1500円ぐらいかなと思います。それとお願いはお弁当その他持ち帰っていただければ大変ありがたいです。あとここの片付けは一切やらないでください。片付けの決まりがあって、なんかルールがあるそうなんです。こっち係が全部やりますので。そういうことです。どうも本当ありがとうございました。道筋においてね、電通大があって、電通大の庭のこんな感じ、下にもいっぱい散ってるけどね、結構なんかちょっと今日寒いだからずーっとこれまっすぐ上がってって行って左に行けば並木道になるから見ましたよ、私。なんか来るところね。びっくりしました。ここでね、やってるんだよね。中曽根首相も来たんですよね。第2部のメッセージの方は取っていただきました。助かりました。小沢さんがやったんですよ。お元気そうです。時間大丈夫だったら、お元気そうでよかったです。でも、精神的には全然もうちょっと待って。そうですか。はい。
そうそうそう。あそこ行って突きっちゃダメなの？ちょっとまたね階段登って降りて。私やだや。私小柳さんの作品も本当にいつも好きで、ほとんど存じ上げなくて、首相でもバカだ。いやいや、そうですね。まああんまり驚いた。